こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカーが完成して初めての冬が近づいてきました。今回のアップデートは冬の車中泊準備その1です。作成時、前面に入れたスタイロフォームはどれくらい効果があるのか。まずは断熱効果を可視化するため温度計を設置します。室内と外気の温度を比較できるタイプを購入しました。無線式は高かったので有線式にしました。この部分が外気温のセンサーになります。模様替えのため一旦一酸化炭素チェッカーを外しておきます。 OSB 合板だと穴が目立たないので気楽にいけます。温度計のセンサーを通す穴を開けていきます。柱を避けながらドリルで外壁、断熱材、内壁を貫通させる穴を開けます。直径 9mm でちょうどセンサーが通るサイズでした。穴塞ぎを兼ねて外に出たセンサーをコーキングで固定していきます。よし、OK。内装は先ほど外した一酸化炭素チェッカーと温度計を換気扇近くに取り付けました。最後に配線を整えたら完成です。一番上で換気扇用のファンは USB 給電なのでモバイルバッテリーで動作させます。次に朝の冷え込み対策用に導入するマイダンの効果を確認します。マイダンは電気を使わずカセットガスのみで使えるガスストーブです。車内では一酸化炭素中毒の危険もあるのでしっかり換気しながら使用します。昼だと外も暖かかったので気温の下がる夜まで待って効果を確認します。ファンをつけてしっかり換気しながら部屋を温めます。標準と弱の2段階ありますが、今回は標準で使用しました。点火して1分もかからず暖かさを感じられるようになりました。約20分で室温は5度上昇しました。朝寝袋から出るのが辛い時に役立ってくれそうです。一度上がった室温の保温具合は実際の車中泊で確認したいと思います。軽トラキャンピングカーで冬の車中泊、今から楽しみです。それではまた。